ロシアにある中国車のブランドいろいろあるんで、ちょっと今日ご紹介しますね。例えば、今この横に走ってるエクシード、そこに走ってる後ろのハバルですね。HAVAL。この先の未来的なデザインの車、これは Zeekr、ZEEKR ですね。EV 作ってます。この左の、このロゴちょっとわかんないんですけど、これも中国の車ですね。そのタクシー、エクシードですね。さっき出てきたやつ。この右にある四角い車、これも Zeekr ですね。ZEEKE。この対向車線の V というマークの車もこれもチャイニーズですね。対向車線、あれはハバルの車ですね。これはチェリーかな、タクシー。また来ましたね。こちらハバルです。それと今ミラー越しに見えたんですが、後ろに走ってるのはこれもチールイ、気づい自動車です。この車はチェリーって書いてありますね。この右に走っているのはコウキですね。本地。要は意味としては赤い旗ですよね。というわけで、今モスクワではですね、もう無数の中国のブランドの車が走っているわけなんですけれども、まだこうやって見ていると、数えていくと結構まだまだ日本車、欧州車が多いですね。ロシアのブランドの車はね、ほんと少ないです。地方だと結構場所によっては9割ぐらいロシアブランドの車だったりするんですけど、モスクワはこうロシアブランドの車って正直ね、なんかもしかしたらオーナーとしてはちょっとロシアブランドの車って恥ずかしいっていう部分があるのかもしれないです。モスクワではロシアブランドの車は本当に少ないです。地方では私が前いたですね、トリアッティっていう町はそのロシアの自動車を作っている町でしたので、それこそ本当にこのロシアブランドですね、アフトワーズっていうメーカーなんですが、そこのブランドが9割近くあったと思うんですけれども、モスクワに来てほとんど走ってないので、最初来た時は私もびっくりしました。というわけで、チャイニーズカーは無数にいろんなブランドがあるわけですけれども、EV だったり高級車だったり、ユーティリティカーだったりね、本当にいろんな種類の車が来てます。で、チャイニーズカーに関して感じていることですね。以前だったらもうチャイニーズカーなんてもう本当にすぐ壊れるし、全然使い物にならないっていうイメージでしたよね。で、そのイメージっていうのは20年ぐらい前だったと思うんですけれども、今や私がこう、例えば中国製の車のタクシー乗ってみると、いや、結構大丈夫なんじゃないと。前だったらこう、座った瞬間からなんとなくわかる感じがしたんですけども、最近の中国製の車は、座って走ってる分には全然特に問題がない。韓国製、日本製の車と特に違いを感じないという感じで、もちろんこれは数年経ってその耐久性っていうのをね、検証しないとわからないんですが、今のところ特に問題はなさそうです。で、今の中国製って言ったら、PC でも電話でもそうですし、ドローンなんか、もう DJI のね、ドローンが世界でメジャーなわけじゃないですか。精密機器なんかもしっかり作れるようになってるので、もしかしたら車もですね、きちんとした耐久性でしっかりしたものが作れてるのかもしれないです。これに関しては以前の、ですかね、以前の、日本車の栄光とか、中国の製品は品質が悪いみたいな、固定観念というかね、先入観みたいなのはもう捨てた方がいいんじゃないのかなと思います。実際作り方はね、日本人とかドイツ人が現地に進出して教えまくったっていうのもあるんでしょうけどね。とにかく彼らの品質どんどん上がっているので、うかうかしていたら、自動車もですね、チャイニーズカーが普通という時代がやってくるかもしれません。これから EV で行くぞって欧州が言い始めて、結局それがうまくワークしないってことは分かって、今のところハイブリッドがベストな選択だっていう風になって、それでまだ日本車はね、しっかりとシェアを保てているんですけれども、もしその牙城が崩れてきたら日本車も厳しいかもしれないですよね。だから甘く見ないようにね、しっかりと自分たちの強みっていうのが何かっていうのをね、把握して、で、さらに、簡単に購
コピーできないような技術、新技術っていうのを磨いていくっていうところしか、やっぱり生き残る道がないのかなというふうに思います。私が20代の頃の中国製品、本当に粗悪でしたよね。合格なんてね、しっかりシール貼られてても、もうすぐに壊れたり、車なんかもね、もう本当、ペカペカな感じだし、デザインも悪かった。でも、今の中国車ってデザインもしっかりしてるんですよ。もちろん、それは欧州車のコピーの要素が入っていたり、丸ごとコピーみたいなのがありますよ。でもそれは、変な劣化コピーだったんですよね、以前だったら。以前は劣化コピーだったのが、今は、その最新のトレンドを取り入れて、いいところといいところ合わせて、きちんとですね、パッケージとしてまとまっているというようなデザインになってます。はい。これは私も認めますよ。で、認めなきゃいけない。むしろ日本車の方がなんだこりゃみたいなデザインが私は多いと思ってます。はい。どこのブランドとは言いませんけれども、ここ最近は日本車の方がなんだこりゃっていうデザインが多いというふうに感じてます。ですので、本当に最先端技術に関しても IT に関してもそうですけれども、日本が様々な規制の中で、新しい商品を生み出せなくなっている、競争力のある商品を生み出せなくなっている中、中国はどんどん新しい、競争の中でいいものを生み出してきてますので、本当に彼らには負けないというようなおごりはやめて、自分たちできっちり、競争力のある商品を作っていく。そのためには、責任逃れのための変な規制が生まれないように、見直していかなきゃいけないと思います。はい、というわけで今日は最近モスクワに増えたチャイニーズカー、これをドライブしながら皆さんに切り取ってお見せいたしました。最近はね、中国果敢にロシアに投資していまして、中国の影何これみたいなのがねあって、興味深いので、またこれはですねまとめて皆さんに共有したいと思います。参考になれば幸いです。というわけで、ではまた。これ帰りの道全然また話変わっちゃうんですよ。あそこの看板見えますか？これルーチューブって言ってロシア版の YouTube なんですね。ロシアからは YouTube そのまんまアクセスできないんで、 VPN とか使ってない人たちは国内のそのサービスを使うわけですね。ルーチューブはVPN なくてもアクセスできます。なので最近は結構このルーチューブがロシアでは発達してますね。あとですね、ルーチューブは海外から確かそのまんまだとアクセスできないのかな。海外からアクセスしたかったら多分逆に VPN でロシアに設定しないと多分アクセスできないです。ですので、ルーチューブがどんなものかっていうのをね、今度別途紹介したいなと思います。なんかあそこ警察が張ってて嫌だな。なんか止めそうな雰囲気なんだけど、大丈夫かな。止めなかったですね。いや、いきなり止められてドキュメントを見せろとかって言われて難癖つけられることがあるんで、ちゃんとドキュメントが全部揃ってれば問題ないんですけれども、私もだから今全部ドキュメント持ってますので問題ないんですけれども、なんかですね、ちょっとこうミステイクで何かが切れていたりとか、たまたま家に忘れてきたとか、たまたま今そのコピーを持ってないとかっていうことがあるので、そういう時に難癖つけられるので、結局払って解決ということが多いんですけれども、これは大っぴらには言えないですね。つまりなんていうのかな、お茶代で済ますというか、交渉して済ますということが可能ということですね。